いくよいくよ。うわうわ。おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこちら、屋根の板金塗装。古い塗装を全部剥離してサフェーサー入れるところまでやっていきたいと思います。今日から本格的に板金塗装スタートです。この車もともとは白で青に全塗装されています。でこの青い塗料が密着不良を起こしていて、ところどころ剥がれてたりとかするので、この上から塗装したとしてもこの青い塗料が剥がれてきて、綺麗に塗っても全部剥がれてダメになっちゃうから、今回は剥離剤を使って塗装の剥離をやっていきます。それでは作業スタートです。剥離剤が飛び散ると余計なところの塗装が剥がれてきてめんどくさいことになるんで、先に養生からやっていきます。マスキングのやり方としては、まるっと全部貼り直すのは手間なので2段階に分けて貼っていきます。今貼っているビニールはサフェーサー入れた時に残したままにするビニールです。この上にもう1枚かけるんですが、それは剥離剤が終わった後に剥がして貼り直す予定のビニールです。以前ボディの塗装を剥離するのにバーナーで燃やしてのみで削って塗装を剥がしてたと思うんですが、あれはボディにパテが入ってるのが分かっていたので剥がし方をやっていました。剥離剤だとパテ剥がれないんですよね。ルーフはパテをつけずにそのままサフェーサーで済みそうな感じだったんで、バーナーで炙って歪みが入るのを避けるために今回剥離剤を選びました。パテが入っているかどうかは塗装の痩せ具合、パネルの歪み具合、パネル裏側の板金跡とかを見て総合的に判断しています。これは今まで作業をやってきた経験値というか勘みたいなもんです。マスキング終わりました。ビニール1枚目、そして2枚目。ここのビニールは剥離が終わった後剥がす予定です。で、剥離剤を塗るスペースとしてはこのスペースですね。マスキングで囲ってあるここの部分、こっからこっちは塗るけどこっち側は塗らないです。こっち側塗っちゃうとこのパネルの隙間とかからこう裏側に入っていって、裏の塗装が剥がれて後々錆びてきたりとかするんで、できる限りこの複雑なところとかは使わないように、パネルの合わせ目とか裏側とかに染み込んだりしないような感じで剥離剤やっていきます。屋根だからこのやり方だけど、ドア単品とかだともうちょっと作業は楽かな。マスキングしなくて済むからね。ほんと剥離剤は見えないところから錆びてきたりとか後から影響が出てくるんで、この下準備がすごく重要です。そしたら次、剥離剤が浸透しやすいように塗装の表面にペーパーで傷入れていきます。ペーパーの番手80番です。結構深めの傷で塗装の中までしっかりと染み込むようにしときます。それじゃあ塗っていきます。もうハケで塗るのは大変だから、もうダバーっとかけてヘラで伸ばす。剥離剤塗ってからだいたい30分が経過しました。一通り反応は収まったような感じです。もうプチプチ言わなくなりました。こっち側は反応してる映像撮りたかったからビニールかけずにそのまま、代わりにちょっと液剤多めで作業を入れました。こっちは普通に塗ってビニールをかけました。ビニールかけておけばね、
溶剤が乾かないから浸透が良くなります。それじゃあ反応も一通り落ち着いたんで剥がしていきたいと思います。うわー、ビニールめくるだけでこれだけ剥がれる。うわわ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 。こっち側ちょっと塗りが足りなかったな。ビニールかけるのも遅かったしな。ちょっとこっち反応良くないですね。とりあえずヘラでこすって剥がしていきます。じゃあいきますよ。いくよいくよ。うわうわ、結構量あるな。さすが2回塗られてただけはあるね。塗装の量がすごい。ビニールかけてた方がやっぱ下の方から剥がれてきてるね。なんか反応だけ見るとビニールかけてなかった向こう側の方がたくさん反応してたように見えるけど、こっちの方が鉄板からちゃんと出てきてる。映像的にはビニールかけない方が見た目いいけどね、作業をやるんだったらやっぱりビニールかけて浸透するようにやってあげた方がいいかもしれないです。1回の剥離でこれだけ取れました。結構量取れた。ただまだまだ残っているのでもう1回剥離剤塗っていきます。そういえば思ってた通りパテ入ってなかったですね。やっぱり屋根は剥離剤で作業を選んで正解だったな。これパテ入ってるとね、パテが剥離剤で剥がれないんですよ。だからね、すごく作業がめんどくさくて、リアフェンダーとかはこの剥離剤選べなかったです。他にもいろいろ理由あるんですけど、複合的に考えてリアフェンダー作業をやるのはバーナーで剥がした方が絶対早いよなと思って、だってちょっと残ってる部分をたんまり塗るような感じでもう一回。さすがに2回目は反応が早い。もうこの辺反応してる。これで30分ぐらいまた放置します。30分経ったんで剥がします。だいぶいい感じじゃないですか。よいしょ。おー、完璧。はい、ということで綺麗に剥がせました。ちょっと真ん中のところが塗り甘くてちょっと残っちゃいましたけど、この辺とかは綺麗に剥がれた。まだねちょっとこうポロポロと頑張ってこすれば落ちそうなぐらいなのは残ってたりするんですけど、あんまりやると鉄板に傷が入っちゃったりとかしたら嫌なので、このぐらいでやめておきます。剥がした塗装はこのぐらいの量になりました。
塗装の膜厚がね、1枚だけだとこの新聞紙1つで収まるんですけど、今回2回オールペンされてるから、純正の塗装と合わせて3枚分膜厚があったので、かなりね、塗装の量が多かったです。そしたら、ちょっとカスがすごいんで、一度濡れタオル、これで拭き取ります。この剥がした塗装のカスもそうだし、まだ剥離剤の成分がね、この辺の鉄板とかにもいっぱい残っちゃってるので、濡れたタオルで拭き取って、他の場所にダメージが入らないようにね、一回片付けます。よいしょ。そしたら水で流します。これブレーキフルードと同じで、水に溶けやすい性質があるので、水でジャバーっとこの剥離剤の成分を流してしまう。よし、これで上側の最初に貼ってあったビニールを剥がしちゃいます。作業が楽かどうかで言えば決して楽じゃない。1回で剥がしきらないのもそうだし、まあ塗って30分待たなきゃいけないとか、あと洗浄しなきゃいけない手間とかね、いろいろめんどくさかったりとかするから、バーナーで剥がす方が正直楽かもしれない。さっさと作業進められるから。ただバーナーでやるとね、鉄板が歪んだりとかそういうのもあるから、板金とかせずにそのまま塗装っていうのを考えれば、この剥がし方の方がいいかもしれないですね。ちなみに今回この屋根1枚を剥離するのに使った剥離剤の量、だいたいね1リッターぐらい使いました。ピーポットに剥離剤入れて使ってたから、どのぐらいの量を使ったかはね、なんとなくわかるんですけど、2回施工するのにおよそ1リッター、剥離剤が4キロ缶で5000円とか6000円ぐらいするので、だいたいこの屋根剥がすのに1000円ちょっと、2000円ないぐらいかかってます。ガスバーナーで炙って作業をやろうとすると、多分ねガス半分ぐらいで作業が終わると思うので、値段で言えば圧倒的にガスバーナーでやった方が安いですね。コストと作業の手間といろいろ考えてもガスバーナーの方が有利だけど、鉄板の歪み、これだけは何も変えられないからちょっと手間かかるけど、今回は剥離剤を使いました。わざわざパテつけなくていい鉄板にパテつけなきゃいけないような作業をするのはちょっとそれもそれで違うかなと思ったんで、今回は剥離剤を使ってこういう作業をやりました。あとはこの辺の剥がしてない、剥がし損ねたというか残ってるやつがあるから、これは全部ペーパー使ってきれいに落としていきたいと思います。それじゃあ塗装の剥離やっていきます。塗装の剥離に使う道具はこちら、シングルポリッシャー。ペーパーの番手は80番です。ダブルアクションよりシングルの方が削る力高いからね、これでガーッと塗装を剥いでいきます。鉄板の歪みとかはないし、パテが入ってるわけでもないから、塗装を全部剥いて地金出してしまえばそんなに歪みとか気にしなくても大丈夫です。よいしょ。およそ5分でこの面積、ダブルアクションでやるよりかは全然早いです。残りこっち側もこっち側も屋根の真ん中も剥がし損ねてるのあるし、全部剥離やっていきます。それでは早送り映像どうぞ。
一通り剥がし終わりました。綺麗な鉄板の状態。ただこういう角っこの部分とかは機械当てられなかったので、これからこういうところ手作業で地道に作業をやっていきます。こういうペーパー用意して、こうやってシコシコ地味に塗装剥がしやっていきます。こういうところのさ、塗装がちょっとこう剥がれかけてるようなのとかは軽くペーパー当てるともう簡単にね、ペリペリとこう剥がれるような、削ってるというよりこう剥がしてってるような、そんな感じになっちゃうんで、こういうのはね絶対残さないようにきれいに剥がします。そしてこのパネルとパネルの合わせ目、こういうところシーラー入ってるんで、これは全部スクレーパーでこうやってかき出して、この溝の中に入ってるやつを全部ほじくり出します。そうしないとこういうところにね、もしもひび割れみたいなのがあると、上からシーラーなびってもまたひび割れてきて、そこから雨漏りする可能性もあるんで、こういうのは全部きれいに落とします。でさらにこのシングルアクションでつけた80番のペーパー傷、これだとねちょっとサフェーサー入れるのにね目が粗いんですよ。サフェーサーでこの模様が出てきてしまうから、さらにこれは240番のペーパーで目消し、パネル全体きれいに240番の目で鳴らしていきます。ほんとここからの作業が一番重要。下地処理の出来で塗装の仕上がりがかなり変わってくるので、塗装の耐久性も変わるしね、一番大切な作業なんですけど、映像的には変わり映えしないし面白くない作業が続くので、動画はスキップします。研ぎ終わりました。およそ6時間、結構時間かかった。この辺とか一緒にサフェーサー入れたかったんで全部手研ぎで仕上げました。こっち側もで、上面はダブルアクションで削った感じです。でね、ここがちょっとねエクボみたいな感じでうっすらへこんでたから、叩いて出して形整えておきました。パテはつけなくて平気そうな感じかな。ここも確か叩いた。反対側はこんな感じです。いいね、ダブルアクションの目が均一で、こんだけ足付けがしっかりしてあれば塗装が剥がれてくる心配はなくなると思います。かなり塗装の食いつきは良くなると思います。よし、そしたら次水洗いしていきます。今削った粉がまだ残ってたりとか、あと剥離剤の成分がもしかしたらこの鉄板に残ってる可能性もあるので、板金塗装下地用洗剤、これ専用のやつです。反応型っていうやつで、これで鉄板とかを洗うとリン酸被膜っていうのが表面に作られて、塗装の密着も良くなるし錆にも強くなる、そういう洗剤です。この洗剤でサフェーサー入れるところを洗っていきます。室内水入らないようにもう一回マスキングやっていきます。貼っては剥がしてめんどくさいけどね、これをちゃんとやらないとその後がめんどくさくなるからね。この二度手間の作業、やるとやらないのとでは大違い。残ってる剥離剤の成分が余計なところに飛び散って塗装剥がれてきたりとか、この後塗装していくサフェーサーが密着不良を起こしてしまったりとか、ゴミがついたりとか、結局余計な手間がかかってしまうので、それをやり直すのも結局自分。後々の手間と時間のロスを考えたら、今手抜きはできないです。と言っている間に、これから洗剤でボディを洗っていきます。これ使うのは板金塗装下地専用の洗剤です。これを普通のクレンザーとかで洗ってしまうとリン酸被膜も作られないし、水洗いするので錆の原因にもなってしまうし、ちゃんと鉄板を洗うときは専用の下地用洗剤で洗いましょう。たまに俊也さん血液型 A 型ですよねって言われるんですけど、残念ながら僕 B 型です。ものすごくせっかちで大雑把な性格なんですけど、一つのものに対してはとことん熱中するタイプ。結局後々めんどくさいのが嫌だから今真面目にやるっていうだけで、まあでも車が好きだから仕上がりも求めるし、こういう細かいところの積み重ねが影響出てくるからっていうので丁寧な作業を心がけてやっています。こういうカットされたりとか早送りの映像が重要だったりするんですよね。洗浄終了。うっすら曇ってるのわかるかな。鉄板のツヤツヤってした感じがなくなってボワーンと曇った感じ、表面に酸化皮膜ができてます。ただ赤サビとかのじゃなくてリン酸皮膜だからこう赤っぽくはなってないですよね。もわっ
ともわーっと曇った感じ。はい、それじゃあサフェーサー塗っていきます。やっと塗れる。サフェーサーが塗れる。長かった下地処理、久々の塗装だね。この下地処理から解放された気持ちを込めて、それでは皆さんご一緒に塗装タイムいってみよう。1回目はゴミがついてないかとか弾きが出ないかとか見るためにバラ拭きって言って粉をかけるみたいにドライな状態で塗装していきます。慣れてくると左手でも全然ガン塗れるようになります。これ現役でやってた時結構練習したんですよ。屋根塗装する時にいちいち立ち位置変えようとすると動くたびにホコリがつく可能性があるから、親方に左手で塗るのは練習しておけって言われました。続いて2回目の塗装。こっからが本ちゃんですね。ベターっとツヤが出るようにウエットな感じで塗装をやっていきます。ちなみに使っているガンは Amazon で売っている2000円ぐらいのものすごい安いガンです。でもね、意外と使えます。ちゃんと塗料も出るし、突出パターンも調整効かなくもないかなぐらいな感じ。正直使えるか使えないかで言えば使える。ただ調整幅とかいろんなことを考えると決して使いやすいガンではないです。そんな感じのガンですね。わざわざメーカーもんの2万円とか3万円するガン使うのはもったいないので、サフェーサーはこういう安物のガンで十分です。使ってるとサフェーサー固まって詰まってしまったりとかあるから、安いガンだとあんまり気にせず買い替えれるからね。僕はいつもサフェーサー入れるときはこういう安物のガンで済ませてます。そして映像は切り替わって3回目の塗装。最後はツヤが出るようにベターっと塗ってツヤツヤな状態に仕上げます。ツヤを出してあげればパネルがへこんでたりとか歪みが出ていても横から透かしてみるとへこんでるのがわかるので、そういうへこんでるところは後で研いで調整できるように気持ち厚めに塗装をしておきます。今これいろいろと角度を変えてへこんでないかチェックしているところです。これでへこんでるなと思ったらちょこっとだけサフェーサーを厚く塗ってあげる。これ後で研いで膜厚は薄くなるので多少厚塗りでも気にしなくて大丈夫です。終了。いい感じ。サフェーサーが入って均一な面になるとすごく綺麗に見えますね。この FD 独特のラウンドしたこの形状、パテもつけなかったからこの純正の独特の形状をそのまま活かして塗装することができました。はい、ということで本日は FD の屋根を剥離剤で剥がしてサフェーサーを入れる動画でした。無事綺麗にサフェーサー入れることができてよかったです。剥離剤で作業したから鉄板の歪みとかも出なかったしね。バーナーでやるとどうしても鉄板が波打ったような感じになって、叩いてパテつけてってやらなきゃいけなくなっちゃうから。でも今回パテつける必要もなかったし、純正パネルの形状を生かしたままサフェーサーを入れることができました。あとはこの調子でリアフェンダー、そしてドア、フロントフェンダー、ボンネットといろいろ板金やらなきゃいけないパネルはたくさんありますので、これから少しずつ板金作業を進めていきたいと思います。今後の動画の続きが気になるよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。